おはようございます。ケンです。今回は世界中で今まさに動いているテスラの重要ニュースを3つに絞ってお届けします。アメリカではトランプ大統領がテスラに批判的な人物を交通安全局のトップに指名しました。これは FSD やロボタクシーにどんな影響を与えるのでしょうか。そしてテスラはアメリカ南部アリゾナ州でロボタクシーの運用に向けた動きを加速中です。さらにインドではついにムンバイに初の店舗がオープン予定。交換税の中でテスラがどのように勝負を仕掛けていくのかが注目です。この3つの動きはそれぞれがバラバラに見えて、実はテスラの今後を左右する大きな布石になるかもしれません。ぜひ最後までご覧ください。ではまずはアメリカの政治とテスラの関係から見ていきましょう。はい。では最初の話題ですけれども、アメリカでの政治的な動きです。トランプ大統領がアメリカの道路交通安全を管轄する機関 NHTSA、つまりアメリカ運輸省道路交通安全局のトップにテスラにとって厳しい姿勢をとってきた人物を指名したというニュースです。その人物っていうのはジョナサン・モリソン氏。過去には NHTSA の法務顧問を務めていて、2018年にはテスラに対してモデル3が最も安全な車と宣伝していた件で、誤解を招くとして警告書を送った経緯があります。さらに2019年にはモデル3の事故に関する情報提出を求めて召喚状を出すなど、かなり厳しい対応をしてきた人物です。このモリソンさんが再び NHTSA のトップに就任すれば、今後テスラの FSD、つまりフルセルフドライビング機能やロボタクシーに関する規制が強化される可能性があります。特に最近話題のロボタクシーの運用については、国の安全基準や試験データの提出を求められる場面が増えるかもしれません。この人事の背景には、イーロン・マスクさんとトランプ大統領の関係悪化もあると言われています。政治とテスラ、そしてイーロン・マスクさんとの関係、今後の規制強化が株価に影響を与える可能性もあるので、投資家の方は特に注目しておいた方が良さそうです。はい。では次の話題ですけれども、次の話題はテスラのロボタクシー事業についてです。現在テスラはアメリカテキサス州のオースティンでロボタクシーの試験運用をスタートしていますが、ついにアリゾナ州でもその動きが加速しようとしています。テスラはアリゾナ州運輸局に対してロボタクシーの運用に関する正式な認可申請を行ったと報じられました。しかもこの申請は運転手ありと運転手なしの両方の運用形態を想定しているとのことです。州側の発表によると、今月末までに認可の可否を判断する予定ということです。そしてすでにオースティンでは10から20台程度のモデル Y を使って招待制のパイロットプログラムが始まっています。実際には前側の席に安全担当者が同乗していて、完全なドライバーレスというわけではありませんが、街中で FSD による自動運転が実際に走っている状況です。ただし、このテスト運用では信号無視のような挙動が SNS で拡散されたこともあり、NHTSA が調査を開始しているという報道もあります。それでもイーロン・マスクさんはロボタクシー事業にかなり前向きな姿勢を見せていて、今後アリゾナ州の展開に続いて昨日お伝えしましたが、1から2ヶ月以内にはサンフランシスコのベイエリアにも展開したいという意向を示しています。実はサンフランシスコではすでにウェイモのロボタクシーが運用されているため、ここにテスラが参入すれば、いよいよ本格的な自動運転タクシー戦争が始まるかもしれません。ロボタクシーはテスラの今後のビジネスの柱とされる分野なので、どの州が早く認可を出すのか、また安全性の検証がどのように進むのかっていうのがテスラの成長シナリオに大きな影響を与えるということになります。では最後の話題です。最後の話題はテスラのグローバル展開についてです。2025年7月15日、テスラはインド初となるショールーム型体験施設エクスペリエンスセンターをインドのムンバイにオープンする予定です。この動きはインド市場への本格的な進出を意味する第一歩として非常に注目されています。今回の店舗オープンに先立って、すでに中国の上海工場で生産されたモデル Y が5から6台、ムンバイに到着済みと報じられています。輸入額は約100万ドル相当とされていて、プレミアム EV としての位置づけです。
ただし、ここで一つ大きな壁となってくるのが、インドの高い輸入関税です。CNBC など複数の報道によると、関税は約 70% にもなり、申告価格が約3万2000ドルのモデル Y は、最終的に税抜きでも5万6000ドルを超える見込みとされています。価格だけを見ると、インド国内ではかなりの高級車クラスに位置づけられるため、当面は都市部の富裕層ターゲットになると見られています。今回の店舗はムンバイに続き、ニューデリーでも出店が予定されているとのことで、まずは大都市圏からテスラブランドを広げていく方針のようです。一方で、現時点ではインド国内に工場を設ける計画はないと報じられています。これはインド政府が推進しているメイクインインディア、つまり現地生産の方針とはやや距離のある戦略です。今後現地での販売が伸びていくかどうか、関税や政策、そしてインドの EV 需要次第で展開が大きく変わる可能性があります。果たしてインド進出がどのようになっていくのか、これからの大きな注目ポイントになるんじゃないかなと思います。はい。では最後に今日お伝えした3つの話題を振り返りながら、テスラの今後について考えてみましょう。はい。では今日はここまで3つのテスラの最新トピックをご紹介してきました。まずはアメリカでの政治的な動き、トランプ大統領がテスラに批判的な人物を NHTSA のトップに指名したことで FSD やロボタクシーに対する規制強化の可能性が出てきました。次にテスラがアリゾナ州でロボタクシーの認可申請を行い、オースティンに続く実証運用の拡大が進んでいること、今後サンフランシスコへの展開が実現すれば、ウェイモなどとの本格競争も始まるかもしれません。そして最後に、インドでの初店舗オープンという大きな一歩、交換税という課題を抱えながらも、世界第3位の自動車市場に向けた動きを始めたということは、テスラにとって新たな挑戦となりそうです。これら3つの動きに共通しているのは、テスラが規制、技術、市場拡大という3つのフロントで同時に戦っているということです。一見バラバラに見える動きも長期的に見れば全て繋がっていきます。皆さんはテスラの今後どう思ってますか？どの動きが最もインパクトがあると思いますか？ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は上昇して現在312ドルとなっております。波乱があった1週間でしたが、このままだと310ドル以上で終えそうです。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。真夏、今一番怖いものって何でしょうか？それは熱中症ではないでしょうか？冷房をガンガン使いたいんだけれども、電気代が気になる。冷風が苦手でクーラーを避けてしまう。その結果、室内でも熱中症になる人が後を絶ちません。実際昨年は夜間に熱中症で救急搬送された人が総務省の統計で約10万人もいたそうです。驚きではありませんか？でももし冷風もなくって電気代も抑えられて、さらにそこで部屋中が快適に保たれる、そんな空調設備があったら気になりませんか？そしてそういった空調設備が実はあるんです。それがエコファクトリー社のエコウィンハイブリッドっていう次世代型の空調装置です。この装置は輻射熱っていう自然な原理を使って夏は涼しく冬は暖かくするんです。実際に僕も体感しましたけれども、これは本当ね快適な空間になっています。そしてこの快適さっていうのをぜひ体感してもらいたいんです。そしてその体感会をエコファクトリーさんの方にお願いして実施することになりました。今のところ7月27日の日曜日に本社の熊本で行います。そして8月19日の火曜日に東京支社で行います。どちらの日程も僕自身も行きます。東京に関しては宿泊する予定なので懇親会もしようかなと思っています。輻射熱は今の時期に体感するのがベストです。福岡のある市町村では小中学校すべてに導入っていう実績もあるんです。それぐらいすごい装置なんです。ぜひね、ほんとこれだけはね、体感してもらいたいなと思いますので、もしご予定がつくなら、ぜひね、体感してもらいたいと思います。参加希望者は僕の公式 LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。